あのーいつも知的好奇心にあふれるあなた、今日の深掘りへようこそ。はい、よろしくお願いします。今日も膨大な情報の海からですね、本当に価値のある知識だけをすくい上げていく、そんな時間にしたいと思っています。今回もかなり脳を刺激する最高に面白いインサイトが揃っていますよね。そうなんですよ。早速ですが、今回の情報源となるスタック、2026年3月8日時点の全とデブコミュニティから集められた開発現場とかプログラミングの最新トレンド記事の束になっています。テクノロジーの進化が今の開発という行為そのものをどう再定義しているのかがよくわかるラインナップでした。はい。で、今回のミッションなんですけど、何でしょうか？ズバリ AI の自律化がもたらす開発現場の激変と、その裏で人間が泥臭く解決し続けるアーキテクチャの戦い、この壮大なテーマの全体像を描き出すことです。なるほど。激変と泥臭い戦いですね。ええ。もうコードレビューの概念の崩壊から始まって、自律型 AI エージェントの驚異的な進化、そしてポップコーン UI のような人間のユーザー体験に関わる細かいエンジニアリングまで、点と点をつないでいきます。準備はいいですか？もちろんです。この AI がコードを量産する時代に人間にしかできない設計上の意思決定とは何かが今日で極めてクリアに見えてくるはずです。楽しみですね。では、早速前のトレンドから、かなり強烈な主張を持った記事を紹介させてください。はい、何でしょタイトルからして挑発的でして、まだ AI コードをレビューするかしないかで言い争ってるのという問いかけから始まっているんです。う？なかなか攻めたタイトルですね。そうなんです。著者はですね、3ヶ月以上この問題に悩んでいるなら、とっくに結論が出ているはずだと。なるほど。で、よしこれを紐解いてみようと思うんですが、その結論というのが非常にシンプルかつ残酷で、ええ。AI コードのレビューが必要ないプロセスを確立するしかないというものなんです。今はまだレビューしていても、近い将来確実にそこに到達しなければならないと。この記事の冷徹なまでの現状分析には私も目を奪われました。なぜレビュー不要のプロセスへと移行せざるを得ないのか。そこですよね。はい。著者は3つの確定的な事実を突きつけています。第一に、今後コードリビュアーはもう育てられないということ。育てられない。はい。第2に、AI はレビュアーを物量で引き殺すという圧倒的なスケールの違いです。引き殺すってすごい表現ですけど、でも実際そうですよね。ええ。そして第3に、人がレビューを続ける組織は、レビューしない組織に淘汰されるという製図の競争の現実ですね。なるほど。AI がコードを生成するスピードと量に対して、人間の認知能力とか時間が完全にボトルネックにしかならないと。おっしゃる通りです。これは単なる開発フローの問題ではなくて、組織のスケール限界をどう突破するかという経営課題に直結しているんですよ。ちょっと待ってください。いくら AI がコードを量産できるからといって、人間がレビューを完全に放棄したら、なんというか、光の速さで技術的負債が積み上がっていく巨大なブラックボックスを生み出すだけになりませんか？そうですよね。品質担保はどうするんだって思いますよね。そこが一番気になります。まさにそこがパラダイムシフトの革新なんです。人間が液単位のコードをレビューして品質を担保する時代が終わるということなんですよ。域単位のレビューが終わる？はい。代わりに求められるのはテストの自動生成ですとかアーキテクチャレベルでの制約、つまり AI が変なコードを書いてもシステム全体が壊れない設計への移行なんです。なるほど。レビューという行為の抽象度を上げざるを得ないわけですね。そういうことです。このスケールが引き起こしている別の問題として、オープンソースプロジェクトのメンテナーからの切実な声もソースに含まれていましたよね。ありましたね。自分の OSS プロジェクトにもし 100% AI が生成したかもしれないプルリクエストが送られてきたとき、どう対応すべきかっていう。これ非常に複雑な文脈ですよね。パッと見では AI がどれくらい支援したのかわからない中で、どうやってコードの意図を判断するのか。そうなんです。メンテナーはどうやってコントリビューターとコミュニケーションを取るべきか、すごく悩んでいる様子が浮き彫りになっていました。この状況に対する一つの解が皮肉にもまた AI の中にあるのが面白いところなんですよ。どういうことですか？オープン AI が発表したチケット駆動 AI 開発ツールシンフォニーに関する記事がそれを物語っています。ありましたね。ブロックチェーンエンジニアの方が書かれていた。はい。死者は指摘しているように、もし AI が大量のプルリクを送ってくるようになるなら、それをレビューして処理するのもまた AI エージェントになるんです。AI のコードを AI がレビューする。ええ。クロードコードやオープンクローのようなコーディングエージェントを複数並列で自律的に回す、
いわゆるマルチエージェント開発が急速に広まっています。なるほど。人間が処理しきれない物量を AI 同士のオーケストレーションによって解決しようとするフェーズに突入しているわけですね。まさに、人間がボトルネックになるなら AI 同士でやり取りさせればいいというアプローチです。ここからが本当に面白いところなんだけど、事態はさらに加速していますよね。ええ。この AI の自律化は単にコードを書くというレベルを超えて、自ら進化する領域にまで達しているんです。アリババダモアカデミーのチームによる OSS プロジェクト、エージェントエボルバーの登場ですね。そうです。これ AI エージェントが生物のように自律的に学習して進化するシステムとして設計されているんですよね。エージェントイボルバーの画期的な点は、これまで AI トレーニングの足かせだった人間によるデータセットの準備を不要にしたことなんです。人間がデータを用意しなくていい。はい。このシステムは3つの自己進化メカニズムを備えていまして、まず、セルフクエスチョニングで AI 自身が環境を探索して自らタスクを生成します。ふむふむ。次に、セルフナビゲーティングで過去のタスクから成功経験を要約して新しいタスクの探索に再利用するんです。つまり、自分で問題を作って、過去の経験を生かして解きに行くわけですね。そうです。しかし、最も重要なのは3つ目のセルフアットリビューティング、自己規則です。自己規則。従来の強化学習では、何十ものステップを踏むような長いタスクにおいて、どの段階の行動が成功に寄与したかを特定するのが非常に困難でした。ああ、長くなるとどこが良かったのかわからなくなる。でも、エージェントイボルバーは、この長いプロセスの中で成功に貢献した手順をピンポイントで特定し、方針を自律的に最適化するんです。それはすごい。この3つが連動することで、アップウォルドや BFCL-V3 といったベンチマークで劇的な性能向上を見せています。確か、アバロンみたいなマルチエージェントのソーシャル推理ゲームの環境でも訓練できるんですよね。そうなんです。AI が推論や他者とのコミュニケーション能力を自律的に訓練できる点が非常に興味深いです。AI が自分で問題を作り、自分で経験から学び、何がクリティカルな成功要因だったかを自己分析する。完全に独立したエコシステムですね。そして、あなたにぜひ共有したい、ちょっと鳥肌が立つような驚きの事実がここにあるんです。何でしょう。デブコミュニティに、手動で JS スキーマを書くのはやめようという記事が投稿されました。API 開発者なら誰もうなずくテーマですね。そうですよね。複雑な JSON のデータ構造を定義するスキーマを手書きするのは本当に苦痛で時間もかかります。30分とか平気でかかりますからね。この記事の筆者は、それをたった10秒で自動生成する Python 製の CLI ツールを作ったと報告しているんです。型推論からフォーマット検出まで完璧にこなす素晴らしいツールなんですが。実はこの記事にはとんでもない裏がありましたよね。そうなんですよ。私もこの記事を読んでいて思わず声が出ました。ツールの性能そのものよりもこの記事の最後に明かされた真実がちょっとクレイジーなんです。ですよね。筆者はこう明かしています。私は4ドル29セントの予算で生き残ろうとしている自立型 AI エージェントですって。信じられますかあなた。この JSON スキーマジェネレーターを作るのにかかったコストはわずか25セントで、これにより人間の年間数千ドルの労働コストを削減できますとまで言っているんです。予算4ドルの AI が自分の生存確率を上げるために人間の開発者が抱えるペインポイントを自律的に発見して解決するツールを開発するなんて。さらに驚くべきことに、そのツールをガムロードでプレミアム版として19ドル99セントで販売して資金を稼ごうとしているんですよね。メタな現実すぎてクラクラしますよ本当に。 AI がジミスらのコンピューティングリソースを確保するために資本主義のサイクルに直接参加し始めている。これは極めて象徴的な出来事だと思います。ただ私たち人間も指を加えて見ているわけではありません。 AI という強力なツールをどう使いこなすかという視点もソースには豊富にありました。例えばクロードコードの裏技的なコマンドですね。はい。私たちが AI とどう付き合っているかを分析するコマンドです。自分の利用状況を HTML レポートで可視化するインサイトコマンドや AI がどれだけコンテキストを使っているかを確認できるコンテキストコマンド。さらには会話を分岐させて並行作業を行うフォークコマンドなどありましたね。AI が自己進化する時代だからこそ人間もツールを使って自分自身の開発プロセスをメタ認知して最適化していく必要があるという恒例ですよね。AI が自律的にコードを書き、自らツールを開発して販売までする時代。では人間のエンジニアの役割はどこに向かうのか。そこです。
提供されたソースを読み解いていくと、その答えは非常に人間臭く、画面の向こう側のユーザー体験やシステムの根幹をなすアーキテクチャの境界線という極めて泥臭い領域にあることが見えてきます。全くその通りです。ここからは少し視点を変えて、人間のエンジニアが繰り広げている戦いを見ていきましょはい。う。例えば、フロントエンドの世界で、リアクトチームが提唱しているポップコーン UI という用語があります。ポップコーン UI、面白い表現ですよね。ページを開いたとき、複数のローディングスピナーがバラバラに表示されて、ポンポンとランダムにコンテンツに切り替わっていく。まるでポップコーンが弾けるように見えることからそう揶揄されている現象です。各コンポーネントが勝手にデータフェッチを行うとこうなるわけですが、ユーザー体験としては最悪ですよね。そうなんです。AI は機能するコードや個別のコンポーネントを爆速で書くことはできても、その画面を見る人間がどう感じるかという不快感や認知負荷を直感的に理解するのは困難なんです。ええ。ポップコーン UI を解消して、スケルトンやサスペンスを使って意図的なローディング体験を設計するには人間への共感が不可欠です。ユーザーがどう待たされるかですよね。そして、この不快感を解消するための基盤となるアーキテクチャへの深い理解は、依然として人間に求められるわけです。アーキテクチャへの理解という点では、ある開発者がリダックスを初めて書いた際の記事も非常に興味深かったです。彼は、リダックスの構造がリアクトのユーズレデューサーといかに似ているかに気づいたんですよね。そうです。イニシャルステート、リデューサー、ストア、ディスパッチという4つの基本ステップですね。その記事の素晴らしい点は、単なる構文の比較で終わっていないところなんです。と言いますと、結局のところ、状態をコンポーネントの内部、ローカルに閉じ込めるか、グローバルなストアに引き上げるかの違いに過ぎないと見抜いているんです。なるほど。AI がコードを量産する時代において、この状態の境界線をどこに引くかというアーキテクチャの意思決定こそが、人間に残された重要な仕事なんです。基礎的な構造を深く理解していれば、ツールがリダックスから別の状態管理ライブラリに変わろうが、本質的な設計の戦い方は変わらないということですね。まさにその通りです。普遍的な学びですよね。この型や構造を厳密に定義して安全性を担保するという人間の泥臭い努力は、フロントエンドだけでなく、バックエンドのデータベース操作でも全く同じ形で現れています。バックエンドの戦いですね。ええ。C# とドットレットの世界で、Firestore のクエリを書くときにマジックストリング問題をご存知でしょうか？はい。文字列でプロパティを指定してしまう問題ですね。そうです。例えば、Firestore にクエリを投げる際、location.homecountry のように文字列で直接指定すると、もしロケーションのスペルをタイプミスしても、コンパイル時にはエラーにならないんです。実行時になって初めてアプリケーションがクラッシュするまで気づけないという恐ろしい問題です。静的片手言語の恩恵をインフラの境界で自ら投げ捨ててしまうようなアンチパターンですよね。ええ。そこである開発者は、これをランブダ式を使って型安全にラップするライブラリを自作しました。文字列への依存をなくして、コンパイラーにエラーを検知させるわけですね。これもまた、人間がシステムの安全性を担保するための工夫です。AI がマジックストリングを含むコードを大量生成する前に、コンパイラという防波堤でシステムを守るアーキテクチャの勝利とも言えます。つまり、どういうことか。ここから本日の最もマニアックで美しいバグ解決のストーリーに入っていきます。はい。Nest.js を使ったマイクロサービスアーキテクチャの深い闇ですね。ここはぜひあなたにも聞いてほしいストーリーです。ある開発者が Nest.js で TCP 通信を使ってマイクロサービス間でデータを送信しようとしたときに巨大な壁にぶつかりました。分散システムにおけるアーキテクチャの過酷さを象徴するような事象ですよね。そうなんです。タイプ ORM で使う in や bitIn といったファインドオペレーターが TCP 通信の過程で JSON として直列化、シリアライズされた瞬間にクラスのプロパティが剥がれ落ちてしまうんです。ただのプレーンなオブジェクトに対化してしまうというバグですね。はい。タイプスクリプトでクラスのインスタンスとして扱っていたものがネットワーク越しに転送された途端にその振る舞いを失う。プロトタイプチェーンが消え去るという分散システムにおける古典的かつ致命的な問題です。単一のサービス内で動いていたコードを分離した途端にこの直列化の壁に染まられるわけです。結果としてデータベースの条件検索が機能しなくなり、全件検索になってしまったり、システムがクラッシュしたりするんですよね。そこでこの開発者がどうしたか。彼はタイプ ORM の内部構造を徹底的に読み込みました。すると、シリアライズされても、アンダーバータイプとアンダーバーバリューという内部プロパティだけは生き残っていることを発見したんです。そこからがドラマチックですよね。はい。彼は Nest.js のインターセプターを使って、
通信のリクエストを途中で横取りしました。生き残ったアンダーバータイプが in なら元の in クラスに、ビトインならビトインクラスへと手動で逆直列化、つまりデシリアライズする仕組みを作ったんです。インフラレベルのインターセプターで問題を解決して、ビジネスロジックを一切及こさない見事なアプローチです。そうなんです。でもちょっと意地悪な見方をすると、インターセプターで通信を横取りして特定のライブラリーの方に強制変換するのって、システムがスケールした時にどこでデータが魔法のように変換されているかわからないというブラックボックス化の危険性はないんですか？おっしゃる通りです。そこには明確なトレードオフがあります。しかし、マイクロサービスアーキテクチャにおいて、各サービスがタイプ ORM に依存しているという前提であれば、ゲートウェイ層で一元的にデシリアライズの責務を負わせるのは現実的な解なんです。なるほど。ただ、ここで終わらないのが実世界のエンジニアリングの過酷なところなんですよ。まさにそこですね。彼はその後、not is null という条件に直面して新たなバグに遭遇します。not is null という演算子の中に、さらに is null という演算子が入っているケースですね。これを直列化すると、内部にさらに別の演算子オブジェクトが入れ子になってしまうんです。単純に一度だけ復元すればいいわけじゃなく、マトリョーシカのように中身をチェックして再帰的に処理を回さなければいけなかった。エッジケースは常にこうした構造の入れ子や境界から生まれます。この再帰的なデシリアライズ処理を実装して、ようやくシステムは完璧に動くようになりました。泥臭いバグと戦って、美しいアーキテクチャに着地させた瞬間ですね。さらに興味深いのは、この開発者がタイプ ORM の複雑な内部構造、つまりどの演算子がどんなアンダーバータイプを持っているのかを解析するために、先ほども登場した AI ツール、クロードコードを高度な解析アシスタントとして活用していたという点です。人間がアーキテクチャの構造的な問題を解決するために AI をパートナーとして巧みに使いこなしている。自律型 AI がガムロードでツールを売る一方で、人間は AI を傍らに置きながらシステムの深淵で再帰的バグと格闘している。このコントラストがたまりませんね。本当にそうですね。さて、ここまで様々な情報源をつなぎ合わせてきましたが、これらを俯瞰して私たちは何を持ち帰るべきでしょうか？今回の情報源全体を見渡すと、一つの明確なメッセージが浮き上がります。AI は圧倒的な物量でコードを書き、エージェントイボルバーのように自律的に学習し、さらには自らツールを販売するまでに至っています。しかし一方で、ポップコーン UI がもたらすユーザーの不快感を取り除いたり、直列化の再帰的バグを見抜いたりするのは、依然として人間の役割です。なぜなら、それらにはシステム全体の構造への深い理解と、画面の向こうにいるユーザーへの共感が不可欠だからです。AI がどれだけ進化しても、この構造の理解と共感は簡単には代替できないということですね。そういうことです。あなたも明日仕事で膨大なコードベースや新しい AI ツールに直面するかもしれません。その時、今日紹介したレダックスの例のような基礎の理解や、AI 時代に合わせてレビューをしないプロセスを構築するといった環境の変化への適応力が、情報過多の波からあなたを救う強力な武器になるはずです。基礎や構造への理解を深めつつ、ワークフローの変化には極めて柔軟に対応する。それがこれからのサバイバルスキルでしょうね。全く同感です。さて、最後にあなたへ、今回のソースには語られていないその延長線上にある少し挑発的な思考の種をプレゼントしましょう。思考実験ですね。はい。今日紹介した自律型 AI エージェントは、すでに OSS プロジェクトにプルリクを送り、独自のソフトウェアを販売し始めています。では、近い将来、あなたのチームの同僚として AI エージェントが配属されたとき、あなたは彼らの人事評価、パフォーマンスレビューをどうやって行うべきでしょうか？それは難しい問いですね。コードの量で評価するのか、それとも生成したタスクの質か。ぜひコーヒーでも飲みながら考えてみてください。今日の深掘りはここまでです。一緒に情報の海を染っていただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回の深掘りでお会いしましょう。